つまりくらの朝のロサンゼルス空港。世界有数のテニススターであるオタボーン・ナオミは、東京行きの飛行機に名乗ろうとしていた。彼女は、ここな大会に参加したばかりで、今は、修行と家族との再会を楽しみに帰国していた。しかし、その日は何かが違っていた。空港はいつもよりは賑やかで、一様なエネルギーに満ちていた。ナオミは、引く触りのいいスウェットを着て、顔の一部が隠れる帽子をかぶり、人目を避けるようにタミナル内を予想に歩いた。彼女は肉体的だけでなく、精神的にも疲れていた。エリートアスリートであることのプレッシャー、ファンの期待、覚え見ないメディアへの露出が、彼女を鬼ざみ始めていた。彼女はただ、ひとときの安らぎを求めていた。試し続きを待つためや。ナオミは破壊無との目立たないおばに作っていた。ヘッドホンをつけ、周りの世界と切り戻そうとした。しかし、彼女の思考はおでやわい続けた。日本での優勝期、父親との過酷なトレーニング、そして自分の夢を割に追うために、家族がほらった犠牲を思い出した。彼女は深い感謝の気持ちと同時に、人に圧倒されるような責任感を感じていた。ようやく飛行機に乗り込むと、ナオミはファーストクラスのサクシオルを選んだ。バッグを搭乗のコンパートメントに入れ、正気が鳴り込んでくるのを金から眺めながら作った。その時、彼女はタレインに作っている年配の女性に気づいた。その女性は薬髪で、やしくネバツブツなんでいたが、その町へは深い悲しみを抱えているようだった。お邪魔してすみません。その女性は優しい声で言った。大坂なおみさんですね。ナオミは一瞬ためらったが、うなずいた。はい、詩です。女性は回数なんだ。やっぱり、あなただったのね。私のソンが大ファンなの。あなたの試合を見るのが大好きなんです。ナオミはわしゃざみを返したが、夫人の表情から、この会話には何か理があることに気づいた。ありがとうございます。彼の名前はミリの名前はヒロシです。彼は今入院しています。顔なんです。ナオミはオチにしこりができるのを感じた。何を言えばいいのかわからなかったが、その女性とすぐに心が同じ合うのを感じた。お気の毒に。とてもおつらいでしょう。その女性は誰を撃ったような目で彼女を見た。ええ、でも彼はとても勇敢です。でも、彼はとても勇敢なの。あなたが世界でとも偉大なテニスプレイヨイヤーを相手にできるのなら、彼だってこれを相手にできるって。その瞬間、ナオミは感情の踏みを感じた。彼女は自分がインスピレーションを与えてくれる存在だと考えたことはなかった。自分の成功は個人的なものだと考えていたが、テニスコートをはるかに超えたところに自分の影響があることに気づいたのだ。フライト中、ナオミとユキとマナキの名る女性は何時間も話をした。ユキさんはヒロシの人生について、病気になる前はテニスが大好きだったこと、ナオミの試合をテレビで起動さなかったことなどを話してくれた。また、福利の死後、一人でヒロシを育ててきたこと、そんな病気を前にして自分がいかに無理であるかを感じたことなど、自分自身の葛藤についてもこだった。ナオミは自分自身のママインについてこだった。エリートアスリートであることのプレッシャー、メディアからの批判、そして多くの人に囲まれていても孤独を感じることがあることを語った。また、最近になって友のままで話すようになったメンタルヘルスとのアモイについてもこだった。ナオミ、あなたはあなたが思っているより強いのよ。とユキは彼女のそべに手を置いて言った。一人で世界を住まう必要はない。そこには助けを求めることも必要よ。そのシンプルな言葉がナオミの心を深く揺さぶった。ヒロシが自分の物語に強さを見出したように、彼女もまた他者とのつながりに強さを見出すことができるのだと。
飛行機がようやく東京に着陸すると、ナオミとユキは古く空き合って別れを告げた。ユキはテニスラケットを持った矢後のヒロシの写真をナオミに渡した。あなたに会えたことを知ったら、きっと喜んでくれるわ。とユキは目に涙を浮かべながら言った。チミはヒロシに何か特別なことをしてあげると約束した。チミはヒロシのために何か特別なことをしてあげると約束した。何をするのかはわからなかったが、ヒロシの人生を冷めることなしに、このまま前に進むことはできないと思った。それから数日間、ナオミはヒロシの病院を訪れた。彼女はサイン入りのラケットを巻き算し、何時間も彼と話し、彼の話や家に耳を傾けた。ヒロシは怖がっていたが、彼の精神は武器中だった。また、テニスをしたい。ナオミは自分のヒロだ。と。ナオミの方は新たなモチベーションを見つけたと感じた。彼女は自分の成功はセーリやトロフィーだけでなく、人々の生活に影響を与えることができるということに気づいたのだ。彼女は自分のプラットフォームを利用して、メンタルヘルスだけでなく、小児がんや困っている家族への支援といった活動も提唱することにした。数年後、ヒロシは残念ながらがんとの波を染め終えたが、彼の物語はナオミを鼓舞し続けた。彼女はヒロシに正義を表して財団を設立し、小児がんの子供たちとその家族に精神的の好意的支援を提供することに尽力した。彼女はまた、メンタルヘルスについてもろっちょくに語り続け、沈黙の中で苦しむ人々の根強い代弁者となった。ナオミは人生を変えたあのフライトを決して忘れない。彼女は深いつながりは思いがけない場所で生まれることがあることに気づいた。そして結局のところ、カバンの成功とはトロフィーではなく、他人の人生に与えた影響によって測られるものなのだと。大坂なおみとひろしの物語は、私たちが誰であろうと、どこにいようと、変化をもたらすレラを持っていることをレラ強く思い出させてくれる。希望と回復力、そして人と人とのつながりを描いたこの物語は、世界中何百万という人々の心を打つに違いない。そして、単純な帰国の旅として始まったフライトは、発見、思いやり、目的の置かれへと変わった。この物語は語り継がれ、記憶されるべきものであり、たとえ最も安い瞬間であっても、スイッチを入れることのできる光は必ずあると信じる時代を鼓舞するものである。そして、私たちにインスピレーションを与え、挑戦を与え、俺たちを近づけるストーリーをもっと見るために、チャンネル登録することを忘れないでください。